心の糸ラジオ。お疲れ様です。作水です。お疲れ。久しぶりにラジオをやりたくて、こうやって動画にして皆様にお届けさせていただきました。今日も一日お疲れ様です。お元気でしょうか？なんか自分はすごく気分屋さんでシチュエーションボイスをたくさんあげる時もあればあげない時もあったり、ラジオを投稿する時もあれば投稿しなかったりと、すごく気分屋さんなところはあるんですけども、でも自分的にはすごく日々思うことを皆様に伝えて、生きる糧になってほしいとまでは言わないんだけど、日々生きる何かのヒントになればいいなって思って、シチュエーションボイスもそうだし、こういう作水として何を思うかっていうのも皆様にお届けできればなと思い、こういう活動もしてます。なので今回はラジオです。なので一応実写にしてるんだけど、ラジオ感覚で聞いていただければなって思ってます。なんか自分事なんだけど、一応これセリア、100円ショップのセリアで買って、もうどれぐらい経つのかな？ 2 ヶ月ぐらい経つ？すごいなんかしっくりくるんですよね。これがなんか100円で買える時代なんだっていうのをすごく思わされました。なんか自分はすごくシンプルかつ、他とにないでちょっと安いやつ、低単価なのがすごい好きで、買ってつけてるんですけど、全然クオリティに良くて、もしよかったらおすすめです。一緒にお揃いにしませんか？セリアで、100円ショップセリアで売ってますっていう提供ではないんだけど。ということで、今思うこととかそういうのをラジオにして皆様にお届けしたいなと思って、いつもはね、ヤンデレシチュエーションボイスっていう感じでは、ヤンデレシチュエーションボイスを投稿しているんだけど、今回は雰囲気をガラリと変えて、何かを演じるじゃなくて、作水の中の人が何を考えているのかと、少しでもこの作水に出会って幸せになってほしい、それを思うので、何かの生きるヒントになればなと思い、ラジオをやらさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ということで、ラジオの名前も一新して心の糸ラジオみたいにしてみました。別にこれにあまり意味はないんだけど、自分の心の中にあるものが少し、そうだね、糸の細さでもいいからみんなに伝わって、みんなに伝わって、糸も束になれば切れないものになるから、そういった意味を込めて何かヒントになればと思い、ラジオにやらさせていただきます。ということで今日は第1弾ですね。誰かに必要とされるのを待つよりも、必要とされる人間になった方が生きやすいかもというテーマでやらさせていただきます。っていう感じなんだけど、なんかすごく自分がこうやってシチュエーションボイスとかこういう活動をさせていただいてすごく思うのが、やっぱりリスナーさん自身にすごく自分自身に価値を見出してないとか、生きる意味が分かんないとか、正直自分自身に自信を持ってないっていう子たちが多いなっていうのをすごく感じました。それ老若男女10代もそう感じるし、20代30代40代50代の方もすごく自分に自信のないって思う人が多いことをすごくみんなと関わって感じている日々ですね。なんか
自分の関わるリスナーさん、まあ正直、なんだろうな。まだコメントをしてないけど、自分の作品聞いてるよっていう人は、まだどんなことを考えているのかは正直はわからないので、もしよかったら、この動画で初めてよかったらコメントしてみませんかって感じなんだけど、関わってくださっているリスナーさん、コメントとかをしてくださるリスナーさんに関しては、かなりやっぱり自信がないとか、自分はシャイとか、まあ表では明るく振る舞ってるんだけど、正直やっぱり自信は持つことはできないっていうか、大事な場面でやっぱり失敗するみたいな人がすごく多いなっていうのをすごく感じます。でもなんだろうな、正直自分よりもリスナーさんの方が優れている。まあなんかこの発言はあれなのかわかんないんだけど、すごいと思う。だってなんかよくね、全然自分なんてただの一般人だし、まあなんかちょっと声がいい、ちょっと台本作れる、ちょっと編集できるだけで、ただの正直一般人なんだよね。だからみんなと変わらない。いやー変わるよって思う気持ちもわかるけどさでもまあそれがなんでなのか、自分とみんなで何が違うのかっていうのを真剣に考えてみて、でなんかなんだろうな、こういう発信者になることが正義じゃないっていうのを伝えたいとかそういうわけじゃなくて、少しでもなんでなんだろうな、作水っていうか、まあこういう人たち、こういう活動者が人を魅了させるのかだったりとか、っていう知識っていうのをなんだろうな、言語化して、皆様の生きる糧になってもらえたらなって思ってたりする。でも正直これを話すことによってなんだろうな、あまりよく思わない人たちもいるってのは正直あると思う。こういう活動って結構夢を見せたりとか、アイドル活動みたいな活動が多いと思うんだよね。夢を見させるみたいな。だから正直これを言語化をして皆様にお伝えするのはすごくリスキーなのかもしれないし、嫌いに、猫ちゃんやめてね。よかった。危ねえ。大丈夫。よかった。ちょっと猫が最近椅子で爪研ぎをするあれが多くて、ちょっとやめてほしいんだけど、まあそれはもうちょっと難しそうだなっていう、ちょっと本当にどうでもいい話なんだけどだからまあそうだね、自分が何か新しい決断をする時だったりとか、まあ転職もそうだし、新しい学校に行ったりとか、新しいことを始める時に何かいいヒントになればと思い、今思っていることを皆様にお話しできればなと思ってます。誰かに必要とされるのを待つよりも、自分は必要とされる人間になった方が確実に生きやすいと思うから、お話しできればなと思っているんだけど、正直自分は完璧な人間じゃなくて、このラジオだからこそ発信したいことと、自分が思う隠しておきたいことも全部お話しできればなと思ってます。自分はお仕事をしてます。まあ一般的な社会人ってやつで、趣味で
ヤンデレシチュエーションボイスを投稿しながら聞いてくださる皆様とお話をする、だったり、自分のその創作意欲をとか欲を満たすような、承認欲求もそうだね。承認欲求すごいからっていうのもあるんだけど、ここで自分の弱音をお話しすると、今正直自分は会社で働いているのはとても楽しくはありません。とても楽しくない。なんで楽しくないかっていうと、ある程度までやったんだよね。やりたいことをやって、ある程度のところにまで今いて、なんだろうな。やることをやって、今は、なんて言うんだろうな。それをやりつつ、管理するところに今はいるんだけど、とても環境が変わって、働きづらい環境になっちゃった。自分は正直人とあまり関わりたくないタイプだから、すごく、なんだろうな。すごく人と話すよりも、すいません、ちょっと生活音がすごく今から話したいこと話すあれなんだけど、正直楽しくはないな。でも、今いるこの環境を変えることの不安だったりとか、転職も考えるんだけど、なあなあと今過ごしちゃっている自分もすごくいます。正直に話すとね。なんだろうな。必要とはされてはいるんだけど、それ以上に自分のやりたいことがもうここにはないなっていうのもすごく感じてたりするんだよね。でも、とりあえずそれは置いておいて、自分も完璧な人間じゃないからそういうことを思うんだよっていうのも思っていただけたらなって思うんだけど、正直自分は誰かに必要とされるのを待つ側の人間だったんだよね。とりあえず待つ。本当に待つ。必要とされなかったら何もしないし、必要とされるんだったら、やるタイプで。でも正直、必要とされるのを待つってかなり面白くないというか、いつにもなっても必要とされなかったら、必要とされない。めちゃくちゃ当たり前なことを言うけどね。だったら、必要とされる人間になった方が、なんだろうな。自分のタイミングで生きていけると思うんだよね。そのヒントをお話しできればなって思ってます。まず一つ目が、そうだね。自分の価値の再確認かなって思ってる。今、自分の強み弱みとかあるって言った時に、結構詰まりやすいというか、趣味は何とか話せる人はあんまり多くないらしいんだよね、最近は。なんか自分のことを知ろうとしない人がすごく今増えているみたいで、でもすごく他人よりも自分自身は魅力的なんだよね。そんなことないって思った。もうありきたりなことを今から言うね。誰でも才能とか能力とか個性を持ってる。自分もそうだし、今聞いているあなただって絶対に誰にも負けない個性は持ってると思う。そんなことないよって言ったらもうそこで終わりだと思う。ごめんね。言葉をオブラートに包まないでお話しする。なんか自分なんかとか、そこで
正直思わないでほしい。自分は来世なんてないと思うし、誰かに生まれ変わるとかもないし、死んだら何かに、生まれ変わるとかは 100% ないと思う。誰しもそうね。まあ生きれて100歳か。まあどういう未来になるかはわかんないんだけど、まあでも多分生きれても150年ぐらいしか生きていけない中で、自分なんかとか思ってるのは本当に自分自身に失礼だと思う。来世はこういう人間になりたいなじゃなくて、今自分が何ができるのかを思った方がいいと思うんだよね。あと、運とかにも頼るのもあんまり良くない。その前に実力とか優れたスキルを持った方が運も上がってくるのかなって思ってる。でもまた矛盾なことをまたお話しするんだけど、どんなにいいスキルでもさ、どんなにいいスキルを持ってたとしても、正直今いる環境でそのスキルが生きなかったとしたら、そのスキルも正直優れたスキルとは言えないんだよね。だからその自分自身の優れたスキルを捨てるとか生かすとか、そのとっさの判断もすごく大切になってくる。まあでもなんか話はすごく周りに回ってきちゃったんだけど、自分自身を知ることでいろんな発見があると思うんだよね。改めて自分に何が向いているのか、 MBTI 診断でもいいし IQ テストでもいいよね。なんか自分を知る多分 MBTI 診断でいいと思う。もしよければ概要欄に貼っておくので、MBTI 診断っていう診断があるんだけど、自分がどういう性格なのかっていうのを知ることで、今自分が何に困っているのかとか、その困っていることに対してその環境が悪いとかそういうわけじゃなくて、自分自身の性格によるそのズレとかもよくあるから、ある意味いろんなその自分を知ることによって、変わってくると思うから、もしよかったらこういうことはおすすめかなって思う。大丈夫かな？伝わってるかな？って思ってるうちの2つ目につながってくるんだけど、じゃあ必要とされる人間になるには何をしたらいいんだよって思うんだよね。自分を知るっていうところはすごく大事だと思うんだけど、それ以外に何をやったらいいのかなんだけど、なんか本当にこれは自分の体験とかお話をできればなとは思うんだけどね。まずは小さな成功体験から自信をつけていった方が自分はいいって思うんだよね。成功体験って人によって価値観とかあるから一概にこれとは言えないんだけど、自分はよく人にありがとうって伝えるようにしてる。それがリアルでも今のこのネットの活動でも、自分から率先してありがとうを伝えることを意識して活動してるかな。この活動よりもリアルの方がそりゃすごく自分は濃いかもしんない。自分はね、自分がした行動は必ず返ってくると思ってるの。必ずって言ったらちょっと人それぞれ価値観があるからなんだけど、でも自分からした行動は確実に返ってくるって思ってて、
まあ見返りを持つわけじゃないんだけどね。まあ、でもよく言うのはあるじゃん。やらない偽善よりもやる偽善。やる偽善の方が誰か、そうだよね。やる偽善の方が誰か幸せになる人が一人でもいて、やらない偽善で幸せにできる人間って、やる偽善で幸せにできる人はいたとしても、やらない偽善で幸せにできる人は、まあでも多分やる偽善の方が多いと思うんだよね。だから、そうだね。自分は誰かに何かをしていただいたら、率先してありがとうっていうのを伝えるようにしてる。なんだろうな。この資料を作ってくれてごめんねとか、なんだろうな。宿題見せてくれて、でも自分のこういうところダメだよね、ごめんねっていうよりも、資料作ってくれてありがとうとか、勉強宿題見せてくれてありがとう、めっちゃ嬉しいって言われた方が、言われる側はすごく嬉しいと思う。なんか日本人の悪いところだよね。すぐになんかごめんとか出ちゃうのは、日本人のいいところでもあり悪いところでもあるんだけど、確実にそのごめんをありがとうに伝えると、かなり印象も自分の印象変わるし、相手の印象も変わるから、これはもう試せる人でいいからやってみた方が、俺は世界が変わった。これでこんな小さなことでも変わってきた体験があるから。それなんで変わってきたかっていうと、やっぱり印象が全然違う。資料を作らせてごめんねとかいうより、資料作ってくれてありがとう、助かったよって言われた方が、多分後者の方が嬉しいと思うし、またやってもいいなって思ったりするじゃん。そういう小さいところでいいと思うんだよね。なんか人と関わるとき、人と関わるにはコミュニケーション能力をつけた方がいいとか、相手の気持ちを汲み取るような話し方をした方がいいとかよく言われるけど、そんなん全然いらないと思う。ごめんなさいをありがとうに伝えるだけでかなりいいし、これはすごく自分は良かった。で、あと一つというか、必要とされる人間になるにはちょっと延長線上なんだけど、それでも人と話したくないよっていう人は結構いると思う。自分も正直人間は好きじゃない。人間は好きじゃないね。ちょっと待って。よかった。電池が切れそうだな。ちょっとごめんね。カメラの電池が切れそうだから。繋がった。よかった。見えてる。よかった。正直人間は好きじゃない。人間は好きじゃないっていうのは、自分に興味がない人は別に興味がないというか好きじゃないというかっていう人間で。だから、自分のリスナーさんとか、ペチャ組はすごく好きなんだけど、正直人と話したくはないんだよね。そういう自分が好きじゃない人間と。だから自分がしてるのは、人と話したくないからコミュニケーション能力を上げることはすごくやってる。前のラジオでもお話ししてると思うんだけど、話したくなかったら話す勉強をして、極力無駄な話をしないようにするみたいな感じ。だから自分が嫌だと思うものほど勉強した方が、それについて勉強した方が克服しやすくなるよっていうのを、もしよかったら伝えればなって思うかな。でここからは3つ目なんだけど、そうだね。
人間関係の構築とかにもちょっとお話ししてみようかな。なんか人間関係ってどう？なんか会社を辞めたりとか、学校を転職じゃない、転校するとか、部活辞めるとか、そういったのでランキング一番上に来るのは、やっぱり人間関係になってくるんだよね。アルバイトもそうなんだけど。給料とかお金じゃなくて、人間関係が一番問題視されている部分だと思うんだよね。正直自分も人間は好きじゃないから、みんなのことは好きだよ。すごくわかる。正直、集団の飲み会とかやっぱり好きじゃないし、人とあまり話したくないし、目を合わせるのも嫌だし、気使うのも正直、嫌だ。でもその中でも嫌だからこそ勉強することで必要以上ない関わりを持たないっていうのは大事であるし、それを勉強することによって相手のことを考えるといいよね。そんな話したくない人と話すのは相手からしても印象良くないし、コミュニケーション良くなれば相手もいい印象になるし、自分もいい印象になるからいいと思うんだけど、その中ですごく大事にしていることはやっぱり聞き上手であることと、感謝の気持ちを自分の口で表現することと、やっぱり正直さっていうのは、この3つはすごく自分は大事だと思う。聞き上手、感謝の気持ちを言葉で伝える正直さ。聞き上手むずいよね。全部聞いてればそれ聞き上手なのかって言ったらまたそれ違くて、聞き上手って相手からどれだけ言葉を出せるか、引き出せるか、相手の興味あることをどれだけ引き出せるかっていうのが聞き上手だと思ってる。だからある意味聞き上手ってよりも話させ上手になるのかな。相手を気持ちよくどうやって話させるか、っていうのが聞き上手になって、それが一つで、感謝の気持ちを表現するはさっき言ったように、ごめんなさいではなくありがとうを伝える。だから3つ目の正直さなんだけど、嘘はバレるよと。おこがましい気持ちはバレるから、いい嘘もあるけど、悪い嘘は確実にやめた方がいいかなって思う。だったらもうすぐに言って謝った方が、火に油を注がないでいいのかなとか自分は思ってたりはするかな。なんやかんや自分が必要とする前に、他人が何を必要としているのか、みんなが何を必要としているのかを見極められる人間の方が楽しく生きれると思う。この楽しいってのがまた話っていうかあれなんだけど、正直自分のやりたいことを 100% やって生きていける人生であれば、誰しもそっちの方がいいとは思うんだけど、そうもいかないと思うんだよね。誰しもそういう人間いないと思うし、自分もそうだし、やっぱり人間って他人から求められるからこそ生きていけるとも思うし、一人では生きていけないと思う。だから自分自身を知ることもやっぱり大事なんだけど、それ以上に他人の心を知ることがすごく大事になってくると思う。だから今回ね、誰かに必要とされるのを待つよりも、必要とされる人間になった方が生きやすいっていうタイトルも、
結構こういう自信がない時とか、なんだろうな、勇気な一歩が出せない時って自分本位になりやすいんだよね。だからよりそういう時は他人からどう見えるのかっていうのを考えるのはすごく大事なんじゃないかなって思うかな。だから自分が新しい仕事をする時も自分が何をやりたいかっていうよりかは、その仕事で誰を幸せにできるのかとか、そういうのを考えた方がいい方向に進んでいくんじゃないかなって思ってる。だからある意味これはみんなにも伝えているんだけど、今悩む自分自身にも伝えている内容なのかもしれない。まあでもここで出てくるのは、正直一人で悩むのはすごく辛いと思う。だからもしよかったらコメント欄とかで自分の悩みとか待ってるね。本当に待ってる。まあでもなんかその悩みって一人で抱えられないから、本当は自分の今話した仕事の悩みとかも自分的には話したくなかったけど、今こうやって話したことですごく今心が楽になってるから、もしよかったら今悩んでることとかコメントいただけたらなって思ってるし、悩みを書くことによって周りの人も助けることができると思うんだよね。あ、こういう悩みを持っている人がいるんだとか、そういうことも他の人は知れるから安心したりもするんだよね。自分だけが悩んでないとか思うだろうし。だからもしよかったらコメント欄でそういったもし今の悩みとかあればお待ちしてます。でまあここですごく大事になってくるのがメンタルケアだよね。4つ目。今何個目だ？ 1 個、2個、3個、人間関係の構築で4個目か。4個目だね。メンタルケアの方法になるんだけど、まあかなりこれは大事になってくる。なんか正直、まあ今はあんまりないんだけど、まあ前までは死にたいとか、そういうのはすごく思ってた。死にたい、そうね。まあ自分はメンタル強い方じゃないから、すぐ壊れやすいし、他人の芝は青く見えるタイプ。まあみんなは結構多いんじゃないかな。憧れってよりも人が強くなっちゃうんだけど、ひゃっくり出た。そういうタイプの人間ではあったりするんだけど、まあでもその中でもどうやってコントロールしていくのかだったり、この活動ってすごく不思議で、いい声もあれば悪い声もいただくことが多いんだよね。最近で言うとサンプルボイスとか、まあみんなから聞いてもらえるのもそうだけど、サンプルボイスっていうハッシュタグをつけて投稿するといろんな人が見るんだよね。このシチュエーションボイス界隈ではなく、いろんな人が見るから、それによって評価というかそのコメントをいただくこともやっぱり多くて、まあ、正直他人の作品に口出しをするなら自分の声を磨けとか自分の人間性を磨けようとか思うんだけど、やっぱり声をいただくことが多いそのマイナスなコメント、まあなんかこんなマイナスなコメントを他人に時間割いて作ってくれるのはすごい無駄な時間をこいつは過ごしてるなとかしか思わないんだけど、まあ一応その反省というか他人からはこう見えてるんだなっていうまでは見るんだけど、正直まあそこにすごく時間割いてたらもったいないし、なんならちゃんとみんな楽しんでもらえるみんなに需要ある作品を届ければなって思って日々活動してるんだけど、正直まあこの活動もすごくメンタルやられる活動の一つであったりするんだよね、シチュエーションボイスって。
まあなんか非現実的なものを作品にすると現実的な人たちがいただくコメントはとても現実的であり、まあ当たり前だなっていうのは思うんだけど、まあそんなのうるせえよっていう感じにはなるんだけどね。正直ね、ここだけの話ね。でもすごくでもその中でも大事にしているのは、自分の感情を大切にして、まあ本当にありきたりだけど、必要であれば専門医に支援をいただくのはすごく大事だなって思ってる。精神科だね。ちょっとお水飲まして。めっちゃ長く話してる。いっぱい話させて。まあ正直自分もまあ知ってる方もいるとは思うんだけど、死にたいって思う時があって、精神科に通ってた時がありました。週 1？ いや違うな。3週間に1回かな。専門のところに行ってお薬をもらってカウンセリングしてっていうので、正直な話通ってました。まあそれは仕事へのプレッシャー、プライベートへのプレッシャーで、押しつぶされちゃって、自分の中でコントロールできなくなって、なんだろうな。ちょっと待って、後で遊ぶから猫ちゃん。いいこともマイナスに転じちゃったんだよね。昇格とか優勝とか、まあ、なんか例え話だけど、そういったものに対しても、マイナスな、猫ちゃんお膝乗ってきたらダメだからね。ちょっと猫映りそうだからちょっと、とりあえずこれで。そういうなんだろうな。一見プラスなことに対しても、正直マイナスなことになっちゃうんだよね。精神は。なんかこんなに評価されているけど、自分はそういう人間じゃないよみたいな。そういうのって結構あるみたい。金メダル取った人が精神的に病んじゃうっていうのも、次また金メダル取れなかったらどうしようとか思う人もいるだろうし。だからプラスなことであれ、そういう精神的に病んじゃうんだよっていうのはやっぱり知っといた方がいいのはすごく自分は感じた。だから本当にやばいなって思ったら、まあ全然何でもいい、コメント欄でもいいし、正直、まあ DM でもいい、作水の DM でもいい。まあ必要以上な DM はいらないんだけどまあ正直自分は DM で誰かとやり取りするっていうのは正直したくない人間だから、まあ全然まあでもそういう悩みに関しては DM いただければ何かしらの言葉で、自分の言葉でお返しできればなって思ってるんで、もしよかったらお待ちしているんだけど、まあでもちゃんと自分がどう悩んでいるのか言葉まとめて、やっていければなと思うし、あとはなんだろうな、配信とかでもそういうのできたらいいよね。まあ前はやってたんだけど、まあなんだろうな、悩み解決配信、悩みを聞く配信みたいな、まあ今後できていけたらなって思うんだけど、まあでも本当にやばそうだなと思ったら、専門的な精神科に行くのは全然恥ずかしくないよっていうのはすごく知ってほしいなって思います。まあで、自分自身でストレスコントロールを学ぶのも大事だなって思ってるかな。自分は何で癒されるのかとか、趣味とか作るとか、まあ、自分の声を聞いて落ち着くっていうのもまた一ついいのかなっても思うし、まあそんなんでもいいんだよ。いや、それがむしろ俺はめちゃくちゃ嬉しい自分の声の宣伝をしていく。もしよければ自分病んでるシチュエーションボイスをやっているので、愛を込めて作ってるので、もしよければお聞きいただけたらなって思っております。まあ、病んでる以外でも生理痛看病、イチャイチャとかやっているので、もしよければYouTube のチャンネルの再生リストってあるんだけど、それで自分の作品の、ジャンルが分別されてるので、もしよければまあ知らない人はいないと思うんだけど、一応宣伝させてくださいっていう感じかなーっていう。であと2つ
お話しできればなと思っていて、5つ目になるのかな。成功よりも失敗の方が美味しいお話。失敗って嫌だよね。極力さ、正直失敗とかしたくないよね。自分は失敗したくないけど、でも何かをつかみ取るには失敗することは必要不可欠って思う。何かをつかむには成功だけじゃ正直ダメなんだよね。必ず失敗していろんなことを学ぶ。失敗からしか学べないものってすごく多くて、で逆に成功から学べることってあんまり多くないんだよね。だってそれは成功しちゃってるから。これを伝えるのはすごく難しいな。成功する例ってすごくやっぱり大事なんだよね。なんでこれが成功したのかとか。でもだよ。それは1回中の1回で成功するってのは、成功することって結構ないんだよね。だからその成功には確実に失敗した過去があるの。何を成功かにはわからないんだけど、そうだな。YouTube 界隈で言うとヒカキンだよね。ヒカキンさんがなんであんなに成功しているのかはいろんな失敗があったから。だからその失敗を知ることでいろんなその成功を知ることできるし、でもやっぱり失敗がないと猫どうした？すいません。猫が乗ってきたので一旦中止にしました。何話したっけ？そう。だから成功よりも失敗することの方が学べるから、だから失敗は正直悪いことじゃないって思うんだよね。だから失敗した方が美味しいって思った方がいいと思う。失敗するときに失敗しちゃったじゃなくて、学べること多いなって前向きに捉えた方がいいと思うなって思う。で、最後になんだけど6個目かな。他人の作品に触れてみるのはやっぱり一番いいのかなって自分はすごく思ってる。偉人の言葉とか、最近自分は精神論とか精神学者の言葉とかそういうのを勉強することが多くなってるんだけど、佐藤あと作水が発信するものもうそうだとは思うんだけど、誰かの何かを見て触れて刺激になるのってすごく大事だと自分は思うんだよね。なんでもね、ちょっと今猫がいたかなと思って危ない。だと思う。一人自分自身の感性ではさ、正直限界があるんだよね。誰にも染まりたくないっていう気持ちはすごくわかるんだけど、やっぱり誰かの何かを感じて、で自分にどう活かせるのかって思った方が頭がいい人間だと思うんだよね。変われない人間、変われる人間よりも変われない人間の方が正直愚かっていう言い方あれだけど、ごめんね、だいぶ自分を出していると思うんだけど、やっぱり変われた人間の方がいいと思うんだよね。環境だったり年代だったり、時代だったりとか、変わっていかないと正直生きていけないっていうところもあると思うから、やっぱり他人の作品に触れる、映画もいいし漫画もいいし小説もいいし、自分は最近すごく映画を見ることが多くて、アニメを見ることも
多いんだけど、そういったところからも自分の生きることとか考えとか、なんだろうな、結構ジャンプの主人公ってキラキラしてたりするじゃん。ああいったのを少しでも自分に取り入れてみると何かいいことがあったりするとか、憧れるとか推しとかのキャラクターとかいると思うじゃん。いると思うじゃんじゃなくていると思うんだけど、そういった人になってみるってのもまたいいのかなとも思っていて、なんか別にいいと思うんだよね。学校とか仕事でもそういった人を演じて誰かに接してみるのも一ついいのかもしれない。他人になってみるとか。それで相手が何を感じるのかとか、どういったのになるのかっていう成功と失敗をもとに生きていくのも自分はとってもいいと思う。作水と中の人、正直ほぼほぼ性格は一緒なんだけど、でもこういった活動で他の性格の活動をしてみるってのもまたいいのかなとも思うしね。っていう長々とお話ししたんだけど、そういった感じで何か一つでもヒントになればなって思ってお話しさせていただきました。結構長くなっちゃったね。結構長くなっちゃったと思うんだけど、何か生きていくにあたってのヒントになればと思って、このラジオ、心の糸ラジオをやらさせていただきました。どうだったかな。もし何かあればご感想コメントお待ちしております。なんかまたねあったら、心の糸ラジオとして発信できたらなと思うので、お待ちいただけたらなって思ってます。最近はさっき冒頭でもお話しした通り、リスナーさんとお話しすることも多くなって、今かなり自分のメンタルは落ち着いてます。もしよかったら Twitter あるので、サブアカとメインアカあるので、そちら2つともフォローしていただいて、自分とお話ししていただけたらなとも思うし、なんか悩みとかもあればお聞きしていただいたらなと思うし、誰かの100リ出た、危ね、居場所になれたらなって思ってる。なんかその居場所ってなんだってなるけど、本当に居場所になれたらなって思ってます。心の支えとかで、卒業したいって思ったらいいんだよ。それは別に卒業しても。自分はこの活動をもって誰かの幸せを願いたいし、自分のリスナーさんの幸せを心から願いたいから、その幸せになる手助けできたらいいなって思うので、シチュエーションボイスで夢とかドキドキとかするものを発信するのは当たり前のことで、でもそれ以上に自分の心とか思うことを皆様に発信して、少しでも生きるヒントになればなって思います。それでは本日もご視聴いただき、最後の最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、ご感想お待ちしております。今日、明日があなたにとって僕にとってもいい日になりますように。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。最後まで聞いていただいて嬉しいです。大好きです。ではまた次の動画で。またねー。ゆるいな。